サンムーンです。ご視聴くださりありがとうございます。今回ご紹介させていただくのは、小さめサイズのトートバッグの作り方です。横幅30センチ、縦26センチ、10センチのマチ付きになっています。ちょっとしたお出かけに持ちやすいサイズとなっております。外ポケット付き、そしてマグネットボタン、内ポケット付きです。今回はブラウンとパープルのくすみカラーの生地で大人かわいいトートバッグを作りました。そしてもう1点見本にこちらのレース生地のポケットがポイントとなっているガーリーな雰囲気のトートバッグも作りました。こちらはマグネットボタンをつけていません。マグネットボタンはお好みでどうぞ。今回の作り方では持ち手を布で作る作り方をご紹介させていただきましたが、こちらのようなアクリルテープの持ち手テープを使って作っていただいてもどちらでも大丈夫です。ぜひ作ってみてくださいね。最後までご覧ください。それではトートバッグの材料を紹介します。本体表地の上の部分は縦23センチ、横幅32センチを2枚ご用意ください。表地の底の部分は縦22センチ、横幅32センチを1枚ご用意ください。本体裏地は縦64センチ、横幅32センチを1枚ご用意ください。今回は丈夫に仕上げるために裏地には接着芯を貼っています。外ポケットは縦12センチ、横幅14センチをこちら外ポケットの表地と裏地を1枚ずつご用意ください。内ポケットは縦26センチ、横幅17センチを1枚ご用意ください。持ち手は8センチ、75センチを2枚ご用意ください。マグネットボタンは中サイズを1組ご用意ください。それでは外ポケットを作っていきます。外ポケットの表地と裏地を中表に合わせて待ち針で留めます。待ち針で留めましたら縫い代1センチで縫います。縫い代1センチで縫いましたら縫い代を割って表に返しておきます。先ほどアイロンをかけました外ポケットのポケット口の端のところにも端ステッチします。続きまして持ち手を作ります。両端を1センチずつ折ります。両端を1センチずつ折りましたら半分に折ります。もう1本の持ち手の方も同様に折ってください。持ち手を2本このようにアイロンで折りましたら両端を端ステッチします。こんな感じです。もう1本の持ち手の方も両端を端ステッチしてください。それでは表地に外ポケットと持ち手をつけます。まずこちら半分に折っていただきまして中央に印をつけます。目印にこのように待ち針を留めます。そして外ポケットの方も半分に折っていただきまして中央に印をつけます。そしてこの中央のところを先ほどの印をつけた部分に合わせて外ポケットをこのように置きます。外ポケ
ケットをこのように合わせておきましたら、両端の1センチのところに線を引きます。外ポケットの両端から1センチの線を引きましたら、こちらに持ち手を合わせます。この持ち手の内側の端から端の距離が12センチのところに待ち針で留めて、このように持ち手を留めました。そうしましたら、こちら袋口のところから下に5センチのところに印をつけます。上から5センチのところにこのように線を引きましたら、このように縫っていただきまして、持ち手を縫い付けます。それでは持ち手を縫い付けます。袋口から5センチの先ほど線を引いた部分を縫います。そしてまた底の部分まで縫っていきます。こちらの持ち手も同様に縫います。こんな感じです。続きまして本体の上部分の裏面の方にも持ち手をつけます。もし裏面の方にも外ポケットをつける場合は、先ほどのやり方と同様に持ち手と外ポケットを縫い付けてください。まず半分に折っていただきまして、中央の印をつけます。そして中央のところから左右に6センチずつのところに印をつけます。このままこちらの上の方にも6センチのところに印をつけます。こちらの印をつけたこの幅が12センチになっています。そして印をつけましたら、こちらの方に線を引きます。こちら上から5センチのところまで線を引きます。反対側も同様に上から5センチのところまでこちらから線を引きます。幅12センチの線がこのようにできました。そうしましたら、引いた線に合わせて持ち手を留めます。そして先ほどと同様に上から5センチのところに線を引きます。このように上から5センチのところに線を引きましたら、先ほどと同様に持ち手を縫い付けてください。このように持ち手を縫い付けることができました。そうしましたら、本体の表地の上の部分と底を縫い合わせていきます。まずこちら中表に合わせます。このように合わせましたら、縫い代1センチで縫います。このように縫い合わせましたら、続きましてこちらの表地の上の部分も縫い合わせます。中表に合わせます。待ち針でこのように留めましたら、縫い代1センチで縫います。このように表地を縫い合わせることができました。
そうしましたら、こちら縫い代を底の方に倒してアイロンをかけます。このように縫い代を底の方に倒してアイロンをかけましたら、こちら生地の切り替え部分のところを端から 2、3 ミリのところを縫います。それでは半分に折りまして両脇を合わせます。布の切り返し部分のところもずれないように待ち針で留めます。両脇を待ち針で留めましたら、縫い代1センチで縫います。それでは底にまちを取ります。この部分をこのように開いていただきまして、まち10センチを取ります。中央のところから5センチ、5センチのところに10センチの線を引きました。反対側にも同様に10センチのまちを取ります。このようにまちを10センチ取れましたら、こちら書いた線の上を縫います。中央のところと5ミリほど横のところにも返し縫いをしておいてください。余分な縫い代は1センチでカットしておきます。それでは内ポケットを作ります。まず半分に折っていただきまして、待ち針で留めます。このように待ち針で留めましたら、こちらの底の部分に5センチの返し口を開けて縫い代1センチで縫います。このようにこちら返し口を開けて縫い代1センチで縫いました。それではこちら角の部分をカットします。返し口から表に返します。棒や目打ちなどを使って角はきれいに出してください。表に返せましたらアイロンできれいに形を整えます。それでは裏地に内ポケットを縫い付けます。まず半分に折っていただきまして、中央に印をつけます。この中央の部分から下に6センチのところに印をつけます。こちらの中央のところから6センチのところにこちら内ポケットの中心を合わせます。内ポケットを半分に折っていただきまして、こちらの中央の部分を印をつけたところに合わせます。そして黒口のところから6センチの幅のところに合わせて内ポケットを留めます。こ
の時返し口はこちらになっています。内ポケットをこのように留めましたら、こちら初めは三角で縫いまして、そしてこちらの周り3辺を足ステッチします。そして最後も三角に縫い終わります。それでは内ポケットを縫い付けます。まずポケット口のところから 1.5 センチから2センチほど下のところから縫い始めます。そして斜めに縫います。斜めに縫いましたら、こちら進みます。そしてこのように三角に縫いましたら、端ステッチしていきます。最後も同様に三角に縫ってください。それでは裏地にマグネットボタンをつけます。まずこちら半分に折っていただきまして、中央に印をつけます。そして中央のところから下に 2.5 センチのところに印をつけます。この印をつけたところにこちらマグネットボタンを留めます。リッパーやボタンのみなどを使ってこちらのマグネットボタンの足の部分の穴を開けます。ボタンのみの場合はこのように切り込みを入れてください。そしてこのようにマグネットボタンを通しまして、こちらを挟む間のところにドミット芯を挟むのもおすすめです。もし裏地に接着芯を貼っていない方は、こちらのマグネットボタンをつける位置のところに接着芯を貼っておくこともおすすめです。このように通しましたらハンマーで打っておきます。こんな感じです。反対側の方にもこちらを留めます。同様に半分に折っていただきまして、中央に印をつけます。中央のところから下に 2.5 センチのところに印をつけます。先ほどと同様にマグネットボタンの足の部分に切り込みを入れます。このようにマグネットボタンをつけることができました。それでは裏地を半分に折ります。そして両脇を合わせまして待ち針で留めます。このように両脇を待ち針で留めましたら、片方の脇のこちらの上の方の分に返し口10センチを開けて縫い代1センチで縫います。もう一方の脇の方はそのまま縫い代1センチで縫います。返し口10センチを開けて縫い代1センチで縫いました。片方の脇はそのまま縫い代1センチで縫います。それではそこにまちを10センチ取ります。底を開いていただきまして、中央のところから5センチ5センチのところに線を引きます。反対側にも同様に10センチのまちを取ります。このように10センチのまちが引けましたら、こちらの線の上を縫います。中央のところと5ミリほど離れたところを返し縫いしておいてください。余分な縫い代は1センチでカットしておきます。
それでは本体表地と裏地を中表に合わせて縫い合わせます。持ち手はこのように中に入れていただきまして、そちらに裏地をこのように表に返して表地の中に裏地を入れます。表地と裏地をこのように中表にして入れましたら、袋口を合わせて待ち針で留めます。脇の縫い代は開いておいてください。袋口をこのように待ち針で留めましたら、1周縫い代1センチで縫います。それでは返し口より表に返します。表に返せましたら、返し口を手縫いでまつります。返し口を手縫いでまつれましたら、裏地は表地の中に入れます。それでは袋口をアイロンできれいに整えます。アイロンできれいに整えましたら、こちらで完成です。お好みでバッグの袋口を1周端ステッチしてください。トートバッグが完成しました。最後までご覧くださりありがとうございました。高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。